皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの東部戦線ドンバツ地方をめぐって今世紀最大の野戦が発生しようとしています。今回の動画においては、そのことの持つ意味の重要性とともに、ロシア軍に大きな変化が起きていることについて解説を行っていきます。この動画を見れば、今ウクライナ情勢がどのようなことになっていて、そしてどのようなことにこれから注目していかなければならないかを深く理解することができるのではないでしょうか。それでは早速軍事的な話をする前に全体の状況を少し説明しておきましょう。まず第一に長期的な話をしておくと、ロシアは明らかに戦略上敗北しています。これは日米欧の制裁などに伴って明らかに産業の発展にブレーキがかかり、今後ロシア経済は衰退の一途をたどり、基本的には中国による経済的な支配をたとえ望んでいなくても受け入れるしかない方向へと進んでいるからです。また今回の戦争においてロシア軍に様々な問題点があることが如実にわかることによって、ロシアの軍事産業はこれまた衰退を迫られることとなります。兵器の質の問題とともに制裁をかけられることにより、ロシア軍の兵器に発展性が今後望めないというのも一つ問題なのです。ロシア軍の開発した最新の戦車は全く戦場に現れていません。それはクリミア半島をウクライナから奪って以後の制裁において、すでにそのような最新型の戦車を作ることすらできなくなっているのがロシアの現状だからです。さらに制裁が強まった現状においては、研究を重ねることもほとんど無理と言えるでしょう。これは戦闘機についても同じことで、もはや研究室レベルでわずかな数を特注品として作るのがせいぜいで、もはや工業製品として最新型の戦闘機を今後作ることは叶わないでしょう。そのような状態ですから、もはや高価格品については売るレベルのものを作ることができなくなっていくし、一方においてじゃあ低価格品であればまだ売れるかといえば、そのようなジャンルは中国にとって変わられるでしょう。そのような軍事産業だけではなく、一般的な産業全般について言っても、これまでロシアはなんだかんだ言ってグローバル経済の中に自分たちが入ることによって、日米欧の機械産業を取り入れることによって自国の産業のある程度底支えをしていました。しかし制裁がかかることにより、これについて言ってももはや中国からの輸入しかできないような状態になりますから、工業製品について言えば明らかに旧ソ連時代へと対抗することが避けられない状況です。また外交で言っても、今回の侵略によって明らかにロシアは自分の首を絞めています。フィンランドとスウェーデンが NATO 加盟に前進しており、国民の支持率というものもどんどんと上がっていますから、現段階では断定できないものの、少なくともフィンランド、スウェーデンはこの後 NATO 加盟を申請するところまで進むと私は思います。それを阻止するためにロシア軍がフィンランドに攻撃を仕掛けるかといえば、現在の戦力ではほとんど不可能と言えるでしょう。このように経済や外交上における戦略的な敗北というのは明らかになっています。このようなことからロシアが今後どのような国になるかといえば、それは北朝鮮の上位版の国になるということです。経済は中国に根元を抑えられ、そして軍事力ばかりが発展して、それ以外は何もないみたいな国になってしまうわけです。ただし北朝鮮と違い、ロシアは資源が非常に豊富ですから、これらをお金にすることによって北朝鮮ほど国民が飢えるわけではありません。しかし発展性のなさというのは現代においては非常に致命的なこととなります。これから5年10年といったそのような短い期間であっても、技術革新が各分野で発生し、それらの技術分野において全く追いつけない国というのは世界市場で圧倒的に劣後するからです。このような戦略的な敗北というのははっきり言えば一つ問題があって、非常に長い年月のスケールで考えなければならないことです。日々起こっている出来事としては、ウクライナでは戦闘が継続的に行われています。そしてここに来てロシア軍に大きな変化が起ころうとしており、戦場においてもロシア軍の攻勢をいかにして食い止めるかといったところに大きな焦点が当たり始めています。それでは今回の動画において注目すべき点、実際の戦闘がどうなっていくかについて見ていきましょう。現在のウクライナの戦場を見るときには、東部戦線と南部戦線、この2つの戦線しか存在しなくなっています。北部戦線がすでにロシア軍が撤退することによって消滅し、この戦力が今東部戦線へとどんどんと投入されている状態です。
このような状況の中で一つ私が注目していたのは、南部戦線におけるケルソン州をウクライナ軍が奪還することによってロシア軍をクリミア半島に押し戻すことができるのではないかという話をしていました。しかし実際にはケルソン州における攻防戦というのは残念ながらまだまだ一進一退に近い状態で、ウクライナ軍が取り戻した集落というのはいくつかあるわけですが、残念ながら州全体を取り戻すまでには至っていません。なぜこのようなことになっているかといえば、それはこの地域におけるロシア軍が明らかに守りを固め始めたことです。これまでのロシア軍というのは、ウクライナの重要な港であるオデーサを落とすために進撃を何度となく繰り返してきました。ウクライナ軍としてはこれを迎え撃つ、つまり待ち構えている状態ですから、基本的には出てきた敵を叩くというかなり防御はしやすい形になっていたわけです。しかしロシア軍がその占領地域を守りを固めることにより、戦闘車両の少ないウクライナ軍はどうしても突破力に欠け、そして待ち構えるロシア軍と戦わなければならないという厳しい状態に陥っているわけです。そしてアゾフ海に面するマリウポリの戦況はどんどんと悪化しています。なぜならば海も空もそして陸も全てが全て包囲された状態で全く補給が受けられない状況になっているからです。初期においてはウクライナ軍のヘリが武器弾薬を運び込んで、そして帰りには負傷者を連れて帰るといったこともしていたのですが、残念ながらこれはロシア軍に撃墜されることにより、こうしたヘリによる補給といったものも絶えてしまったのです。もはやマリウポリにおける守備隊は製鉄所の地下要塞に立てこまっているような状態で、残念ながら戦いは最終局面に入ったと言えるでしょう。このように南部戦線における戦いというのは、マリウポリにおいてはもはや戦いは最終段階に入り、一方でケルソン州における戦いではロシア軍が守勢に回ることによって戦力の温存を図っています。では一体どこにロシア軍が集中的に攻撃を仕掛けようとしているかといえば、それは東部戦線におけるドンバス地方の攻防戦です。そして今表示している地図においては3つの黒い点と、そして一方において青い矢印というものを表示しているのですが、これは戦力やもしくは兵站のイメージだと思ってください。以前のロシア軍というのは北部戦線、東部戦線、南部戦線3つの方面軍がそれぞれが物資を奪い合い、指揮権も統一された状態ではなかったですから、非効率な戦い、ずさんな作戦といったものがいくつも見られる状態でした。それに伴って兵站は破綻し、攻勢限界点を迎えることによってロシア軍は自滅するような形になっていたわけです。ところが現在ではそのような状況というのは明らかに変わっています。まず第一に北部戦線の部隊が撤収することによって兵站の負担というものは東部戦線へと集中的に回せるようになりました。なぜならば南部戦線における戦いももはや守勢に回ることによって必要最小限の補給で済ませるようになったからです。なぜそのようなことになったかといえば、それまで軍全体を統括している司令官がプーチン大統領という政治家という状態だったわけですが、ようやくここに来て軍人を総司令官に任命し、軍全体の作戦指揮命令を統一したのです。これによってどこを攻め落とすか、そしてどのような兵站を維持するかといったところに明らかにこれまでとは違う動きが発生しています。それに伴って戦力の集中といったものが図られるようになってきました。ウクライナの東部戦線における戦いというのは、撤収した北部戦線の部隊を吸収する形で北から南へと南進するロシア軍と、もともと東部戦線にいたロシア軍が東から西へ進もうとする。一方においてマリウポリの攻略が一段落つこうとしている状態ですから、ここにいた部隊というものが北進することによりドンバス地方における戦いへと参加しようとしているわけです。つまりこれまで分散していた力が一つの局面に集中しようとしているわけです。一方でウクライナの方も当然のようにここは守らなければならないとなって戦力の集中を図らないといけない状態なわけですが、ここで大きな問題が発生しています。それはウクライナ国内における兵站といったものを考えたときに、明らかに東部戦線というのはこれまでとは違って効率的に行える場所ではないわけです。特に欧米からの軍事支援の物資などを運び込むときはポーランド国境側から入ってくるわけですから、まさに横断しなければ前線へと届かないほどに兵站の負担は高くなってしまっているわけです。ましてやウクライナ領内というのは残念ながら今戦争状態にあって、従来のように
高速道路を飛ばしてあっという間に物が届くといった状態ではありません。各地には検問が設けられていたり、また障害物を置くことによって今後の防衛を考えようといったこともされているために、どうしても輸送にかかる時間というものはこれまでよりも長くなってしまっているのです。以前であればロシアの方が兵站が伸びきった状態になったわけですが、今後は逆にウクライナの方が兵站の負担が大きいこととなります。地図を使って説明しましたが、これまでのロシア軍がこれまでとは違って様々な点で改善されてきたということを述べました。しかし一方において、じゃあウクライナ軍側がどうなっているかについても説明しておきましょう。これまでずっとロシア軍の侵略を受けて、そもそも論として東部戦線における戦いというのもずっと続いてきました。しかし南部戦線やもしくはすでに撤退した首都周辺の攻防戦などと比べると、この東部戦線における戦いというのは基本的にはかなり持ちこたえている状態です。大きくロシア軍の侵略を許したわけではありません。なぜそのようにウクライナ軍が持ちこたえているかといえば、それはこの地域には今回の本格的な侵攻が始まるよりずっと前からロシアの傀儡政権が2つあり、その2つの傀儡政権のもとに自称親ロシア派部隊と呼ばれるような形でロシア軍の部隊がすでに以前からずっと入っていた状態でした。そのためにこれらの部隊と戦闘するウクライナ軍というのは訓練も十分積んでいますし、また実戦経験も積んで、さらに言えば優先的にこれまでも装備が割り当てられてきました。そのためにこの地域におけるウクライナ軍は基本的には最精鋭だと評価されています。そのためロシア軍の本格的な侵攻が始まったそれ以後においても、この地域における戦いというのは一進一退の攻防といった形で、決してロシア軍の侵入を大きく許していたわけではないのです。しかし地図を使って説明したように、ロシア軍はこれからは戦力を集中してこの地域における占領地域を拡大しようとしています。北から南進する、東から西進する、そして南から北進するといった形で、この地域全体に対する圧力を加えてきているわけです。しかもこの地域における一つの問題点としては、これまでのように大きな市街地がいくつもあって、それらの市街地で待ち構えることによってある程度身を隠しながら反撃するといったことが難しいほどに、この地域においては平地といったものがたくさんある状態になっています。ですから力押しがかなりできる状態であり、ウクライナ軍としてはこれに正面からぶつかり合っていくということになります。それだけにロシア軍の戦力集中というものは恐ろしい状態になっているわけです。そしてロシア軍の攻撃が激しくなることによって一つの問題が生じます。それはウクライナ軍側に弾薬の不足が発生しつつあるということです。対戦車ミサイルジャベリンや地対空ミサイルのスティンガーなどが提供されてきたわけですが、この地域における攻防としてはロシア軍による空爆砲撃といったものもかなりあって、歩兵が自由に動ける状態ではありません。それこそ戦車や装甲車に近づこうと思ったら、その前に空爆によって歩兵が皆殺しにされてしまうといった可能性も非常に高い危険な地域なのです。しかも総司令官が変わることによって一つ大きなロシア軍の変化があります。それは損害を度外視してこの地域を占領しにかかっている可能性があります。それは来月5月9日における対ドイツ戦勝利記念日にある程度日付を設定し、それまでにこの地域を占領してしまおうという作戦計画がロシア側で働いている可能性があります。つまりそれまでに何としても攻略せよという指示命令があれば、それに伴って損害は無視しても構わないとロシア軍が考えている可能性が高いのです。ここで生きてくるのがロシア軍がこれまで築いてきた在庫の戦車や装甲車の数がウクライナよりも圧倒的に多いという事実です。やられてもやられても次から次と戦車や装甲車を投入することによってどんどんと戦線を押し上げているウクライナ軍を圧迫するということがもはや数の暴力として可能になってきているわけです。この辺りの作戦の考え方というのは明らかに現代戦というよりもかつてのナチス・ヒトラー率いるドイツ軍との戦いを思い起こさせるようなものです。そしてウクライナ軍側にとって不利な条件が一つあります。それは欧米の支援というものが本格化する前に
ロシア軍の総攻撃の本格化の方が早まろうとしていることです。以前私は動画においてアメリカが圧倒的な物資支援を行うレンドリース法を可決することに動いていますよという話をしましたが、まだこのレンドリース法は成立していません。アメリカ政治のスケジュール上の問題においてまだ動き出してはいないのです。アメリカからは榴弾砲と弾薬の支援といったものがすでに実施されてはいますが、本格的な戦いが始まれば大砲の弾は数日で撃ち尽くしてしまうだろうと言われています。また東欧の国々からの武器支援について言っても、現在のところは自分の国の防衛体制を完全にゼロにすることはできませんから、ある程度のものは送るんだけれども、基本的には多くの兵器については自国に残さなければならない状態です。アメリカのレンドリース法が発効し、これら東欧の国々に対する兵器の供与が決定すれば、それに押し出される形で東欧の兵器がどんどんとウクライナに入ってくるのですが、これには残念ながら時間がかかるのが現実です。そういった意味でドンバス地方における攻防戦がいよいよ本格化しようとしているのにもかかわらず、支援が間に合わないかもしれないというかなり危険な状況に陥りつつあります。ここまでの説明を聞けばかなりウクライナ軍厳しいなと思われる方もおられるでしょう。ただし一つだけロシア軍にも弱点はあります。それは単純な問題としてロシア軍の士気はそれほど高いわけではありません。ですからウクライナ軍の激しい反撃を受けると、それに伴って攻勢が緩む、いわば前線からどんどんと基地に戻ってしまおうとする兵士というのも当然出てくるでしょう。士気が低い兵士というのは基本的には非常に打たれ弱く敗走しやすいものです。ロシア軍が数でどんどんと押し切っていこうとする力攻めを継続することができるか、そしてそのような攻撃に対して猛反撃してこれを追い散らすことができるのか、ドンバス地方における戦いというのは今世紀最大の野戦へと発展するでしょう。そしてもしもこの戦いにおいてロシア軍が占領地域を一気に拡大し、ウクライナ軍の最精鋭部隊を包囲殲滅するようなことになれば、戦局は残念ながらロシア側にかなり傾くこととなってしまいます。それだけにこの戦いの帰数というのはかなり重要であり、ロシアとウクライナ国家総力戦の予想を呈するでしょう。そして今後の予想としては、5月9日の対ドイツ戦勝利記念日において、もしもこの地域における勝利というものが確定的な状態になっていれば、プーチン大統領はそれこそ特別軍事作戦は非常にうまくいっているとニコニコしながらその話をするでしょう。逆にこの地域におけるウクライナ軍の猛反撃が成功し、ドンバス地方におけるウクライナ軍が健在であれば、プーチン大統領はブチギレして次の手を打つかもしれません。それは特別軍事作戦は微妙にうまくいっていないようだから、ウクライナのナチス政権は打倒しなければならないとして宣戦布告をするかもしれません。もうとっくに戦争状態にもかかわらず、なぜそのような宣戦布告をするかといえば、これまで以上の国家総動員体制を敷くことができます。ウクライナに侵攻したロシア軍の総兵力としてはおおよそ20万人程度だと言われていますが、宣戦布告をして総動員令をかければ予備役であったり、もしくは懲役期間中の兵士についても問答無用で投入してくる可能性があります。つまり投入兵力が2倍程度まで膨らむ可能性があるわけです。新兵なんか連れてきたって全然戦いには役に立たないだろうと思われる方も当然おられるでしょう。しかしそのようなことを気にするようなロシア軍ではないと考えるべきです。その前例というものはそれこそ対ドイツ戦の時においては、全く銃を撃つことすら知らないような男たちにもどんどんと駆り出されて戦場へと投入され、ドイツ軍の銃弾を受けて死んでいきました。そんな無駄なことをして一体何になるかといえば、それは相手に撃たせることによって相手が銃一発でも消費するのであればそれでも構わないとスターリンは考えたわけです。そのことが現代の戦争にも蘇ろうとしているわけです。そして昔と今の違いとしては、死者数がどんどんと増えていけば当然のようにロシア国内においてもうやめてくれと亡くなった子供の親たちが騒ぎ出すという問題が発生します。これはスターリン時代においては恐怖政治によってこれを完全に収めることができたわけですが、プーチン大統領もやはり同じような手を打とうとしています。現在のロシア国内の報道を見ると、どんどんと検閲を強化すべきだといったことが真剣に討議され始めています。これまでは報道機関が政府発表と異なることを言えば懲役15年といったものを課すといった話をしていたわけですが、
今後においては国民一人一人が例えば戦争反対といえばその人物一人一人をどんどんと刑務所にぶち込むというそのような法律が制定されることも見えてきているわけです。私は動画の冒頭においてロシアは戦力的敗北を喫しそれに伴って国力全体が衰退し旧ソ連時代へとだんだんと戻っていくようなことを言いました。一方においてプーチン大統領自身について言ってもそれこそソ連時代の指導者であるスターリン化して恐怖政治を敷く可能性が十分出てきています。戦略的な敗北を戦術的な勝利によって覆そうとするこの試みが成功するか失敗するかはドンバス地方における野戦の結果にかかっています。この戦いは数日で終わるものではなく来月に向けて継続的に激しい戦闘がずっと続くようなことになるでしょう。そしてこの戦いをどちらが制するかによって両国の運命というものもかなり分かれてくるものですからこれからはかなり注目する必要があると私は思います。皆さんは私の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。